そしたらこの子たちに手足をつけたいので、手足と角を編んできます。ここまでみんなは白と黒で編んでくれたと思うので、手と足と角は黒で編んできます。なので私は見やすいように赤にしてるけど、みんなは黒い糸で作ってください。そしたら結び目作って、最初鎖8個で立ち上がります。2、3、4、5、6、7、8。OK。8個立ち上がったら、1目鎖で立ち上がって、中長編みを編むので、1個2個目、この2個目に針刺します。で、針刺す前に1個糸を引っ掛けて、で、2個目のところに刺します。で、もう1回引っこ抜いて、で、3つついてるので、これを3つごと引き抜きます。これが中長編み。これ1回だけでいいです。そしたら2個目は普通の細編み。これ普通の細編み。そしたら5回普通の引き抜き編みをします。1。いやー、ちょっとこれ引き抜くだけね。引き抜くだけ。2個目、3個目も引き抜くだけ。4個目も引き抜く。はい、で最後5個目も引き抜いたら終わり。そしたら鎖編みで糸処理できる分残したらギュッと引いて、これで足完了。これをね6個編んでほしいんだけど、私ね自信ないところがあって、デビルッチって手なかったっけもしデビルッチ手ないよって思う派の方は6個編まなくていいです。4個でいいです。足2つ、手2つ、角2つね。なんで6個なんだけど、手ないよデビルッチっていう派の方は4個でいいです。ちょっと自信ないや私。どうだったかなって思ってるんだ。いい感じにね、曲がったやつを角にしたいよね。で、今4つ編んだので、5つね。もう1個編みます。そしたら結び目作って、1、2、3、4、5、6、7、8、8個鎖編みしたら立ち上がって、2つ目に刺す。で、全部いっぺんに引き抜くと。で、隣は細編みと。OK。そしたら引き抜き5個。1、2と。ちょっと待ってよ。2と。3。4。5。はい。完成。曲がったかなちゃんと。よし、これを角にしよう。こんな感じで6個編み上げます。そしたら本体に行きますね。で、足はこのね、最初の立ち上がったこの平らな部分の端と端に足をね、つけたいと思います。ここかなっていうところを針出して、で、足もね、左右反対にならないように。こう反対になると内股になったりするからね。こうかな。こっち側。で、糸を引き抜きます。こんな感じね。で、
こっから糸出てるから、この穴にもう片方を入れようと思います。ここね。こんな感じで引っこ抜く。OK。よいしょ。で、整えます。OK ね。糸処理する前に左右非対称になってるか確認したいので、先にこっち側もつけちゃいます。よいしょ。これも見えるかな。こっち側に反対側の糸を入れます。これね。OK。よし。いい感じ。ってなったら裏にして、で、この結び目は玉結びにしちゃいます。よいしょ。もう一回、2回玉結びしちゃう。こっち側も同じように2回玉結びします。OK。そしたらこの4本の糸を適当に糸処理しちゃいます。よし、OK。よし、糸処理完了しました。かわいい足ができたね。そしたら今度は手をつけようか。いや、手がないよっていう派の人のためにまず角つけようか。角はね、この真ん中穴開いてるとこの横あたりにつけようか。この辺がいいんじゃないかなって思いますね。この穴開いてる2つ横ぐらい。こうやると角反対向いちゃうから、こうさせるにはこっちだな。この入れたとこより1本前くらいね。こんなんでどうでしょう。あ、いいんじゃない？うん。こんな感じでね、納得いくまでいい感じのところをね、見つけてくださいな。縦に入れるとうまくいく気がするな。あ、いいんじゃないかな。うん、いいんじゃないかな。バッチリ決まったら裏返して結んでください。じゃあ糸処理は後でやる。よし。これピロピロも可愛いけどね。よし。で、手はね、ここのつなぎ目ありますよね。つなぎ目のところの1個、2個目ぐらいがちょうどいいと思います。これもね、手を好きな感じ。こうしたい人とかね、逆にこう、ピランって開きたい。ちょっとぶりっ子手にしたい人とかね、いろいろいると思うんだけど。どうしよう。私ぶりっ子にしよっかな、じゃあ。そしたら、この付け根の2個目に、針を持ってきて、こう。で、その下にも針を持ってきて、こうね。こんな感じ。うん、いいんじゃないかな。うん。こんな感じで何回も入れ直してみて、いい位置が決まったら、ひっくり返して結びます。OK。そしたら糸処理します。ちょっと待っててね。はい。糸処理終わりました。こんな感じです。そしたらいよいよね、デビルッチのここ、たらこ唇を編んでいきます。で、私は動画を見やすくするために白で編みます。
みんなはね、たらこ唇なので、ピンク色の糸を使ってください。じゃあね、この白い糸の編み始めるとこなんだけど、ここがちょうど輪っかになってるよね。ここのもう一個先、ここから編んできます。なので、ここに針を入れて、ここに針を入れたら、みんなはピンクの糸をここから引き抜いてください。で、引き抜いたら、一度細編みすると。こんな感じ。で、そしたら、この今引き抜いたところに、もう一回針を入れて、細編みをします。これが、立ち上がり。一目目になります。よし。じゃあ、これで、まずは15回編んできます。1回編んだから、隣で2回目。で、この糸処理の糸は一緒に編み込んじゃっていいです。2回目。3回目。8回目やったら糸処理しちゃおう。8回編んだら、もうこれいらないから切っちゃおう。そして9回目。たらこれで15目入りました。で、これとこれの境目のここに1個細編みを、上から取る細編みを入れます。よし、OK。そしたら上の段、この細い糸ね、これ1個ずつ取ってきます。また15目編みます。上から取る。1、上から取る。2、今度ここ。今度ここね。3。よし、15目編めました。そしたら、またこことここの境目のここに、細編み1個入れます。で、あとは最初の1目に引き抜きます。よいしょ。よいしょ。OK。これでお口1段目完成。そしたらまた、1つ鎖編みして、最初の目に1目入れます。これで2段目いきます。1個目にマーカーつけて15目編みます。2、3、13、14、これで15個目。で、15個編んだら、増し目をします。ここに増し目。上から取って、1。でもう一回同じ場所に、2と。これで増し目完了。そしたら上もまた15目編んでいきます。こうね。よいしょ。1、隣。2と。はい。じゃあ15目も編めました。そしたら、15目編めたら、ここは増し目にします。ここだね。1。で、同じところに刺して、2。よし、増し目ができたら、最初の1目に引き抜きます。OK。これで2段目完成。また1つ鎖で立ち上がって、同
同じところに1目入れて、これが1目目で、3段目も同じようにまずは15目編みます。2目、3つ目、はい、15目編めました。15目編めたら次は増し目2回です。ここに1回、同じところに2回、次隣も増し目1回、同じところに2回、はい、増し目完了。そしたらまた上も15目編んできます。1回、2回、3回、15。15編めたらこっち側も増し目2回やります。1個同じ目にもう1個、そしたら隣も1個同じ目にもう1個、はい、増し目できたらここの引き抜きます。よし、 OK。 これで3段目も OK です。じゃあ1個立ち上がって同じところを引き抜いて、次4段目いきます。4段目もまずは細編み15個、ここが2個、3個、はい、15個編めました。ここ15個編んだら次は増し目4回です。4、1回同じところに入れて2回、次隣も増し目1回、2回、これで増し目2回、隣も増し目3回、4回、はい、隣も増し目1回、2回と、はい、 OK。 増し目4回できたので、また今度は細編み15回編んできます。1回、2回、3回、はい、15回編めたので、あとは増し目4回。まずここね、増し目1回、増し目2回、きつい。増し目3回目、あおっと、増し目3回、増し目4回目、はい、増し目4回できたら最初の目に引き抜きます。 OK。 これで4段目も完成。そしたら5段目いきます。たまごっち帰ってきた。そしたら5段目は一つも増やすことなく46目編んできます。2の3、これで46目目よ。46編めました。そしたら最初の1つ目に引き抜く。 OK。 うわー、すごい口になってるすごい口でしょ。
そしたらラスト6段目いきますよ。鎖編み立ち上がって同じ目に細編みをします。そしたら1段目のマーカーつけて、まずは15目細編みをします。これが1つ目だから2つ目、3つ目。 OK、 15目編めました。そしたら今度は減らし目4回やってきます。減らし目は1個引き抜いたら隣を引き抜いて3ついっぺんに引き抜く。これで減らし目1、1個引き抜いて隣も引き抜いて3ついっぺん。これで減らし目2、1個2個減らし目3、1個2個減らし目4と OK。 減らし目4回終わったらまた15目細編みを編んできます。隣ね、こうでした。1、2と3、ほい、15目編めた。そしたら減らし目4回して終わりです。減らし目1、よいしょ、減らし目2と減らし目3、減らし目4、 OK。 減らし目4できたら引き抜き、最初の1つ目に引き抜きます。よいしょ。おお、口ブヨブヨこれでね、口は完成なので、鎖で1個立ち上げて糸処理する分残したらピュッと、これで OK です。でこれをねひっくり返すから、糸処理はこのいつもは裏側にやるんですけど、表側にやってください。見えなくします。そしたら糸処理してきます。よいしょ。よいしょ。OK。よし、糸処理が終わったらひっくり返してたらこ唇を作ります。こんな感じ。なんか耳これ納得いかないな。耳っていうか触覚というか。OK。こんな感じで出来上がりました。いいね。ゴールが見えてきたよ。そしたら目ん玉つけていくんですけど、目ん玉はね、このたまごっち湯に入れて場所決めた方がうまくいくと思う。こんな感じで湯にを入れて、ここかなっていうところに入れるのがね、一番ですね。これ一番楽しい作業だよね。こうくっつけても可愛いし、ちょっと離しても可愛いです。もうお好みでやっちゃってください。私は結構くっつける派かな。これね、100均のはシールだからここを剥がして貼るだけなんだけど、手芸屋さんで買ったやつは接着型って書いてるからボンドが必要ですね。これ間違えないでね。シールなのにボンド使ったら取れちゃうからね。よし、そしたら。こんな感じ。よっと。かわいい。もういい感じ。ゴールは目の前だ。そしたらここにね、たまごっちユニとつなぐキーチェーンを作るのと、後ろにね、羽を作っていきましょう。先に羽にしよっか。乾かすのに時間かかるし。もうね、羽に関してはフリーハンドだね。4センチ、3センチ。
縦3センチ、横4センチくらいかな。これはもうフリーハンドで描いてくださいな。適当にね、型紙に切ってつけて、ちょっとはみ出るぐらいがいいかな。こんなもんで大丈夫です。そしたらこの大きさに合わせて切ってきます。よし。そしたら背中を見せて、こういう感じで一回ね、決めてもこうやって表側に裏返してどうかなーっていうのを確認してね。もうちょっと下じゃない？そう、唇でね隠れるからちょっと1センチくらい離して、よいしょ。あ、いいんじゃない？こんな感じでちょっと微調整しながら後ろをつけてきます。こんな感じで先っぽつけて、こうこんな感じで先っぽつけて、こう OK で、今フェルトでやったので1枚切ってもうそのまま貼り付けちゃいました。これをね、レザーでやるときにはこんな感じで4枚切って外表にボンドで貼り付けてから本体こういう風にくっつけるとレザーはかっこよくなります。じゃあ最後の仕上げをやっちゃいましょう。ちょっと暗くなってきたから仕上げのボールは明日にするか。仕上げは明日にします。フェルト生地のね、羽ができました。ということで、このね、レザーでやる場合も一応やっておくね。レザーの場合は裏側が見えるとちょっとかっこ悪いので、4枚切ってこうやって重ねてボンドで留めます。で、こう。で、生地が合わない部分とかね、こういうのは後で切ります。ボンドが乾いてからね。で、ボンドが乾いたら、この合ってないところをね、綺麗にハサミで整えて、またさっきと同じようにこんな感じの感覚でつけてあげると可愛いです。ちゃんとね、表側からも見ながらつけるといいですよ。よし。そしたら最後、このポンポリを作っていきたいと思います。で、このたまごっちユニを入れるんですけど、このね、たまごっちユニにはここにキーチェーンつけるところがあるんですよ。ただ、折りたまに付属してるボールチェーンだと太すぎてここに入んないんですよ。なのでね、ちょっと細めの、キーチェーンじゃなくてもいいんですけど、何でもいいんですけど、こういうのね、用意するとうまくいきます。これをね、こうやってポンポリにつなげてるんですよ。こんな感じで。なので、こうやって取り出して遊ぶこともできるし、よいしょ。中にしまってる時はこれを引っ張ってこうやって収納しておけるっていう風になってます。なのでね、ちょっと短めに作ってます。ここの長さはね。好みに合わせて、この用意したホールチェーンの長さに応じて、ここの長さはご自身で調節しても大丈夫です。OK。じゃあ作っていこう。で、みんなはここまでできてると思いますので、そうだな、ボンボリは赤にして、紐は白にしようか。ボンボリは糸を2回くるっと巻きつけて、指から外したら、このね、お尻っていうのはこの端っこね。お尻を下にして持ちます。で、持ったら中に入れて、ぎゅっと引っ掛けてきます。で、1個編みます。これが始まりね。これがなんていうの？結び目か。これが結び目。そしたら1個鎖編みで立ち上がっておいて、6回この輪の中に細編みを編みます。1、くぐして、2、
3、4、5、6回編めました。そしたらこのね輪になってるところ、ここ押さえながら引っ張ると目がキュッて締まるので、ちょっとこんな感じで締まりを良くしときます。そしたらこのお尻を振って引っ張って動いた方の糸を見つけます。こっちだね。こっちだ。見つけたら反対側を引っ張って動いた糸のね、よいしょ、引っ張ることでこんな感じで綺麗な円になりますんで、これができたらお尻を引っ張って、これで OK。 これはここね、こんな感じ。そしたらこれをぐるっと円にしちゃいたいので、今6個編んだので1、2、3、4、5、6、6個目。これが6個目なので、6個目に引き抜く前にこの端っこを前にやっておいて、端っこを引き抜き編み、これで輪ができました。でこれが1段目で、2段目はこの6個編んだ編み目に増し目をして12個まで増やします。なので1つ鎖で立ち上がって、1、2、3、4、5、6、ここですね。でこの端っこも一緒に糸処理していきます。1、増し目だから同じところに刺して2と。で分かんなくならないようにマーカーもして、次待って、今ね私の肩にリッキーが乗ってるからね、ちょっとうるさいよね、ごめんね。3、4、5、6、8個目まで編めたらもう糸処理しなくていいね。これ切っちゃおう。 OK。 9個、10個、もうちょい、11、よいしょ。12目編めました。そしたら最初のところに引き抜き編み。はい、これで2段目の輪っかができました。いや、リッキーちゃんに撮影だから泣かないでねって言ったら、肩で歯ぎしりし始めてさ、歯ぎしりの音入っちゃった。ごめんね。私の歯ぎしりじゃないから。インコ飼ってない人からしたら、インコって歯ぎしりするのだよね。そしたら、気を取り直して、3段目いきます。鎖編み1目で立ち上がって、今度はね、細編み増し目、細編み増し目って編んで、18目にします。で、最初は細編み。細編み。次は増し目。はい、細編み。はい、増し目。細編み。増し目。細編み。増し目。細編み。増し目。こういうちっちゃいものって一目間違っただけで形変形するから数数えよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個。16、
17、18。18目編めました。そしたら引き抜きます。最初の1目に引き抜いて、これで3段目完成。これが一番大きいところなんだよね。細編み立ち上がって、次はまた減らします。コマ減らす、コマ減らす、コマ減らすって編んで、12目に戻します。最初は細編みで1目印つけて、次減らし目です。1つ、2つ引っ張って3ついっぺんに引っ張る。これが減らし目。また細編み、減らし目、細編み、減らし目、よいしょ。あ、ちょっとボロボロになっちゃった。こういう時は無理せずやり直す。で、細編み、減らし目、細編み、減らし目、11、細編み、減らし目、これで12目になったので、また引き抜きます。ちょっとなんか帽子みたいになってるでしょ。よし。そしたらこれで最後、次は5段目いきます。5段目は減らし目6回で6目になって終わります。減らし目の時はね、マーカーしないと本当に分かんなくなるよ。1、2と。これで減らし目2回目。減らし目3回目。縫いづらいけど頑張るんだ。縫いづらいって言わないか。編みづらいか。編みづらいけど頑張って。1、2、3、4つ目。超編みづらい。このマーカーが邪魔だ。マーカーが邪魔で編みづらいぞ。よいしょ。いやー。といこ見えるかな。よいしょ。よいしょ。OK。袋になるからね、すごい編みづらいけど、編めたので、引き抜いて。OK で編めたら、細編み1つ編んで、ちょっとね、糸処理するから長めに切ってください。OK。これでなんか潰れた玉みたいなのができました。そしたら綿入れてきます。こんなに入んないからね。少しずつ綿を入れてきます。私みたいにこうね、竹串の後ろ側とかね、爪楊枝の後ろ側とかを使って入れるのがおすすめです。で、この中にボタン入るから、綿パンパンにしないように詰めてください。全然ね、たくさん入れなくていいです。まだこんなもんかなぐらいの余裕がある感じにしておいてください。そしたら中に入れる紐を作ります。紐は白い糸でやるね。今回はみんな私と同じ糸で作っていいですからね。唇と同じ色、顔と同じ色で作ります。めっちゃ簡単。こっちは鎖編み17個やるだけです。ここから17個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
9、10、11、12、13、14、15、16、17。で、これなんですけど、どれぐらいの緩さで編むかによって長さ変わってくるので、もうちょっと長い方がいいとか短い方がいいとかね、皆さんきつく編む人は長くするだろうし、緩く編む人はこんな感じになると思うんですけど、調整して大丈夫です。こんくらい指入るぐらいになればいいです。そしたら鎖編みして、これで完成です。簡単でしょ？そしたら両端をボタンに通します。10ミリからね、13ミリぐらいまで。13結構ギリギリでしたね。11でも全然いいですよ。それ以上大きいとちょっとこれに入んないかも。こんな感じで穴に通したら、こっち側で普通に結ぶだけです。よいしょ。これはね、結び方にルールないんで、ほどけなきゃ何でもいいですから。よし、私はこんな感じで結びました。そしたら切って、この中に入れていくんですよ。このボタンをね、紐だけ出るようにします。難しいよね。よいしょ。よいしょ。やっぱね、13ミリのボタンでっかいよね。私はこうやって端っこの糸を持ち上げるようにしてやります。はい、入りました。ここね、ちょっと黒いの見えちゃって恥ずかしいから、最初から白いボタン使えばいいんだけど、なかったので、ボタンを隠すためにもう一回綿を入れます。で、この外側から見てバランスをね、考えながら入れていきます。大丈夫かな？そんなに神経質にならなくてもいいと思うけど。OK。ある程度できたら、これで糸処理してきます。針に糸を通します。で、この6個編んだ最後の目の上側ね、ここだけ拾います。これ6回糸をかけていく。また上だけ糸かけて、くるっと回していく感じね。上だけかけて、また上だけかけて、ここも上だけかけて、よし。で、かけたらギュッて、ここもギュッてするとね、ここが締まってここが抜けなくなりますんでね。 OK。 できたらあとは結んじゃいます。糸処理して終わり。好きなとこにかけて、何度かこうやってかけたらブスッと刺して、好きなとこから出してちょっと絞り気味にギュッとやると見えなくなります。完成。そしたらこの穴が開いてる部分にこれを入れ込みます。こんな感じで下から糸が出てるようにします。たまごっちユニにキーチェーンをかけて、これをこれに糸に通します。このホールチェーンも短くても大丈夫だよね。完成。これで遊ぶときはこんな風にね、引っ張り出して遊ぶんですけど、終わったら、よいしょ。こんな感じで中に収納して、パッコンチョ。出来上がり。かわいい。かわいい。かわいいぞ。ちょうどレザーの羽が乾いたので、こうやってはみ出た部分をハサミで調節して、こんな感じで留めて、いいね。
レザーはクラフト小町でくっつくか心配なんで、ちょっとこっちのセメダインの強力なやつ使ってきます。そしたらこの辺にちょっとだけ塗って、よいしょ。でくっつくまでこうしときます。あ、ちょっと上すぎたな。完成。はい、完成です。ちょっとね、こっちまだ乾いてないからこっちをお見せしますね。こんな感じ。完成したよ。嬉しい。この色が違っても可愛いね。これでデビルッチってわかんないけどね。いかがでしたでしょうか。可愛いデビルッチのたまごっちユニケースの出来上がりです。これね、他のたまごっちを入れてもいいと思います。あとはね、キーケースとかね、小物入れとして使っても可愛いと思います。もしね、これ作ってみた方はアイボンのたまごっち手芸部というハッシュタグをつけて SNS 投稿してくださると嬉しいです。いつも私ね、このハッシュタグ使ってくださる方全然いないって言ってたんですけど、この間ね、使ってくださった人の作品見ました。めっちゃすごいの。売り物みたいなね、編み物してる方いらっしゃいました。感動しました。ありがとうございます。ぜひね、何かたまごっち関連の手作り品を作った方は気軽にね、投稿してくださると嬉しいです。可愛くできたねと思っていただけた方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。デビルッチこんな感じね。それではみんなも作ってみてね。またね。